テンプレ概要欄とか作っとくんで。うん。はい。もう配信されてる？もう始まる。これぐらいで。これぐらいで。だいたい今もう見たら多分上がってると思うんで。集中に集中、これローマ字とひらがなですかな。集中って。そう今、はい、今そうなってます。始まってます。はい。じゃあこれツイートしてもらって。はい。それが堀内のアカウントでリツイートしたいのね。はい。こういうのな。投稿しました。はい、では本当だ。始まりました。はい。不動産屋と相見積もりについてって。相見積もりの話だね。相見積もりを許さないっていう話ね。相見積もりを絶対に許さない。はい、どうぞ今井君から。はい、画面の外から失礼します。初回ということで本番組、はい、集中不動産をたくさんの人に知ってもらおうということで、代表のお二人がこうカメラの前に座りまして、集中不動産のことや、もう京都のこと、もう縦横無尽に喋っていただけたらと思います。重要。この番組は基本集中を知ってもらいたいっていうことをコンセプトに一応やってるっていうことにはなってるんですけど、吉田立花町34、電話番号は 075-771-9590。そういう情報からまずはね。この電話かかってきたらどうするんだよ。収録時間をこれから考えていった方がいいですよね。確かに。そうだね。あんま電話かからない時間みたいな。今でも電話かかってきたら動画配信しながら出るから。出ますよ。全然出ますよ。そういうの一番厳しいんじゃないですか、不動産系って。いや電話出ることはそれはね、不動産屋なんだから出るでしょ。こっちミュートするってことですか？いやもちろんミュートしないよ。しない。でこの配信見て電話してる時点でこの配信の中で電話に回答してほしいということだから、リスナーからの電話っていう。そうだよね。間違いない。それは答えなきゃいけない。それは答える。すごいね。いいね。コメントじゃなくて固定電話にかけてもらってリスナーに返すってなんかすごい昔の番組みたいね。すごいいい番組になる。それを動画配信やる。そういいですね。でもリスナーの中にやっぱ集中不動産のこと全然知らない人がねいっぱいいると思うんで、そもそもの成り立ちも気になるし、もう聞いてほしい。もう何でも聞いてほしい、今井君。僕からですか。で僕正直まだこの会社のこと知ったばっかなんで。知らないよね、だから。創業して今1年ちょっとぐらいですか。そうだね、1年と3ヶ月。会社やろうってなったそもそものきっかけは何なんですか？きっかけは長くなるな、その話。そうね。遡ること。もう2015年、もう出会いからいくと2013年とか2年とかって12とかかな。10年以上前ですよね。そう。まだ原発がそうだね、原発がというそういう時期だった。これでだって出会ってからこの会社やろうってなるまでもじゃあ長かったってことなんですか？他のとこで出会って2人別のことを一緒にしてたってことなんですか？そうだね。マルクス主義についてはこの辺をどれぐらい喋るつもりがあるか。それ言うんだ。俺まだ原発はで止めてたのにそこまで行くとそうだね。マルクスについてはお互いものすごい理解がすでに深かったと。深かったです、スタートから深くてよりこの10年で先鋭化してったよね。深くなっていって、やっぱ会社始めるとマルクスへの理解が深まりましたね。資本論重要。会社の経営と資本論は本当に超重要なテーマですね。労働力の商品化がとても重要なテーマだった。ちょっともうついていけてない人が何人かいそうなんでちょっとね下ろしていきたいですね。わかりやすい。なんか普通に真面目に言うと2015年に桜荘っていうシェアハウスを細谷と僕とで堀内で一緒に始めて、それが京都で今もあるんだけど左京区吉田で始めて、
まあ、そこからなんかね2年目に2号館ができて3年目に345号館ができて、人がね集まってきて、みたいな感じでまあ、集まってきたし集めてたよね、なんかパーティーを毎月開いて人が来てはもうなんかシェアハウスいいよシェアハウスいいよシェアハウスいいよって言ってそうねめっちゃ勧めまくってたよね。業界でオルグね、いわゆるオルグをしてオルグ過去勧誘、オーガナイズね、オーガナイズをしていたね、組織化してた。その延長線上に不動産屋やるっていうのがやっぱ自然と生まれたんですか？いやあったんだよね。不動産屋をやるっていうよりもそう最近加藤さん最近じゃない前に加藤さんに言われたのは、最初話した時って労働者協同組合じゃなかったっけって労働者協同組合を作ろうとしてた協同組合での住宅協同組合っていうのがフランスとかにはあるんだよね、住宅供給公社の住宅協同組合版があるっていうのがなんとなく分かってきて、それを日本でもできないのかなと思ったら結構難しそうだった。協同組合を設立する要件がすげえ大変そうで、シェアハウス協同組合やりたかったんだけどなんか難しそうだからとりあえずなんかそういうの難しいの苦手だから急に黙っちゃったのね。まあでもそれ確かにね、それ言ってた5年前ぐらいに言ってたと思う、ね、なんかで生協みたいなのとちょっと組んでご飯とかも含めてやっていくシェアハウスみたいなのやろうみたいなその構想あったね。あった。兄弟入学する生協行くシェアハウスに入るみたいな、そのレールみたいなのを敷こうとしてた、イスラエルのキブツの兄弟版を作るいやキブツではないだろさすがにこの辺はなんか注釈つけときますね、やろうとしてたけど、難しかったんだよね、なんかね法律がねすごい難しくて協同組合の法律って超難しいなと思って、なんかね結構勉強してたよね。労働者が自分の働き方を決めるのが労働者協同組合なんだみたいなそうなんか勉強会とか行って、やってたね、法律もちゃんと勉強したんだけど、その賃貸のその借り手の居住者の協同組合っていうのがすごい難しい、無理があるよね。契約がある個々の契約が発生しちゃってるから、それ一本化できなくてってなっちゃったんだよね、確かそんな記憶があるな。なんかそんな話もしてたな。まあなんか結局学生やりながらシェアハウスを増やしていくって活動をずっとやってると、周りも学生だからみんな卒業していくわけですよ。そしたらなんか345678915かみたいなのあったけど、結局なくなっていくよね卒業していくとなんか頑張って維持とかもしてたんだけどね、でだいぶなくなっちゃって、コロナも結局来るし、自分たちで何かやろうって思ったら会社にするしかないかなみたいな流れですよね。会社ってなるとやっぱシェアハウス拡大するための、なんか今名前出せるか分かんないですけどいろんな会社あるじゃないですか、シェアハウスの運営で収益出すみたいな、そうじゃなくて賃貸とか土地売買とかそういうのまで含めた不動産事業をやるって結構これどうですか、角立ちますよ今言おうとしたこと分かったし俺も言おうとしたことが角が立ちそうだからすごい考慮するけどどういうふうにいくその管理のシェアハウスとか。いやだから僕はその就職する代わりに起業したみたいな感じなんで、だから普通に不動産屋として普通のお金稼ぎをしながら自分のやりたいシェアハウスの仲介をやっていこうっていう感じで、なるほどね、やってるってのは嘘じゃないね嘘じゃないね、なんか満点回答でもないですね、その管理費って利益を取ることって、やっぱり利益をもらうということは誰かから受け取るってことだよね、居住者の方から受け取る、シェアハウスって本質的にお金がないからする付加価値がついてるから、企業シェアハウスとかなんかコンセプトシェアハウスは付加価値がついてるけど、普通のシェアハウスってそんな付加価値ついてないし、付加価値のついたシェアハウスに住みたい人ばっかりじゃなくて、適当に住んでたらいいよ安いしみたいな人が世の中の大半に近いんだよね、やっぱり管理費をいただくとそれが崩壊しちゃうんだよね、そうだね。で僕らはその管理費をもらうシェアハウスとか、正式にはルームシェアとかはなんか摂理にかなっそうなんだよね。いやなんか海外とかだったら本当に土地がなくて、
やむを得ずルームシェアせざるを得ないみたいな住み方してる人いっぱいいるわけだけど、もう日本なんてだってワンルームマンションだらけじゃないですか、ワンルームマンション住めばめちゃめちゃ安く住めるから、まあちょっと安くなるからといってめっちゃ頑張ってルームシェアするってだいぶ頑張らないとできないからね。なんかそのさじ加減でね。でましてや学生街って量あるし。そうやな。なんかこうコミュニティって3段階にパーソナルスペースと分かれてて、一人暮らしの部屋は自分のパーソナルスペースなんだけど、その量までいくと500人とか100人のところになると大規模パーソナルスペースみたいになっちゃうんだよね。パーソナルなんだけどかなり開かれた状態。4、5人の一軒家だとまあ中と真ん中ぐらいに開かれた空間っていう風にできるんだけど、なんか大規模とちっちゃいのしかないっていう今極端なものしかなくて、人間社会的にこう真ん中があったらいいんじゃないっていうのが村とかが昔あったようにいうのは思っていて、その上でやっぱりシェアハウスで管理費をとってっていうのは思うし、集団で集まってたらそれ以外で何かこう利益的なものが発生する方向性の方が健全だよね。だからなんか管理費もらうとか、あれもコンセプトのついたシェアハウスみたいな、事業体がやってるけど、それでなんかワンルームマンションよりも高いじゃんみたいな金取られてもねとは個人的には、私たち2人はちょっと個人的にはそう思う。だからちょっとねその辺の疑問を持ちながら不動産屋やってるよね普通に。住んだことないからそのね、みんなね、俺たちも住んだことないから、その管理費もしかしたら住んだら管理費付きのシェアハウス、管理費付きのシェアハウスもし住んだら、やっぱ管理費ついてるとこんなに違うんだって思うかもしれない。なんかめっちゃ掃除してくれるらしいしね。未経験だから分からないけど、その未経験だからこそ疑問に思っちゃうのは、管理費取るんだっていうそうだね。なんかシェアハウスとかで京都とかで検索したらちょっと高いこれワンルームマンションでよくとはなるかな。なるほど、実際だからきっとその運営してきたシェアハウスについては別にまた取って詳しく伺うと思うんですけど、シェアハウスの普及活動みたいのを自主的にグループ作ってやってたじゃないですか。あれってもう慈善活動というか、優勝でじゃなくやってた。趣味だよね。確か桜草の時代ね。それってだいぶなんか面白いことですけどね。なんか京都でシェアハウスを拡充するっていうこと、拡大していくっていうことが、なんかまず楽しかったと。楽しかったよね。とりあえず 1,2 年ぐらいは少なくとも。最初はね。途中からちょっと仕事になってきたから。ちょっとね。だんだんノルマの対価がなかったってことですよね。報酬はない中でもう続けてったってことなんですよね。義務になったから。2人とも、そのあまりに人に勧誘をオルグをしすぎた結果、自己洗脳みたいになっちゃって、こう二言目にはシェアハウス住まないかっていう、だからもうリビングにいるともうなんか自動のなんかジュークボックスみたいにシェアハウス住まないみたいな感じで喋り続けてて、で自分の部屋帰ったらスイッチが切れたみたいにでこうなるっていう感じだったねあったんで、シェアハウス住んでるやつにシェアハウス住まないかって俺言った時ちょっと病気だと思って俺自分のこと病気だなと思ってやばい人になってきたと思って住んでたか。そういう人がいないとやっぱダメなんですよね、きっと拡大していく。いやだから結構まともにやってたとしたら新しくメンバーになった桜草ってちょっとその居住者以外に運営者ってシステムを敷いてて、その運営者に新しくまたパーティーを開いてもらうと、居住者だけがやるんじゃなくて、なんかそういうので順繰りで新しく運営者になった人にまたパーティー主催してもらってっていう形で結構回してはいってたので、イベントをシステム作りをやって結構やったり、そうだね。やっぱ交流って大事だし、普通に、ずっとやってるとね、やっぱなんか、常連みたいな感じになってくる人もいて、結構ねそういうのでたまに喋るでいろんな人が来るみたいな感じはやっぱ楽しかったっちゃ楽しかったかな。でも今はそういう活動とは別に今この不動産の会社をこう集中してやってるわけじゃないですか。集中って今言ったね。意識的に2人が全然言わないんで、集中してやってる中で、1年経ちどうですか、この会社うまくいってるんですか。ぶっちゃけ不動産屋にコネのない状態で、ましてや京都出身でもない過半数京都出身でない状態でやるっていうのは、あまりおすすめはできない。そうだね。もうシンプルにおすすめはできない。なんか
って不動産屋ってやっぱり一番いいのはもう家を売りたいって人から預かって売ることなんですよ。そうね、うん、はいはい、それできないじゃないですかコネがないからね。コネないから、うん、コネなし、ルール知らない、うん、不動産業界の法律ではない不動産業界の謎の暗黙のルールすらわやわやっとした状態で、うん、だから失礼ないように喋らないとねみたいな感じのそのテンションで仕事してるよね、うん、あ、俺のごめん携帯が鳴ってる、うんうんうん、この1年どうやってやってきたんですか？頑張る、うん、頑張ったね。はい、切っといて。なんかだからまあでもとりあえずホームページで広告っていうか、まあ、物件の記事書いてそれをツイッターに貼るっていうのをひたすらやってるけど、まあツイッターの使い方はねもう俺ら分かってるからっていう感じだよね、ツイッターはもう任せろ、うん、それが修二不動産における、まあ、宣伝の強みみたいなところであったってことですね、だしまあツイッターを見る層ってやっぱりちょっと文字は比較的読む層だからツイッターとやっぱブログって結構相性が良くて、ブログ記事をツイッターに貼るっていう形でやってるし、まあまああとは身近な店のね飲食店インタビューとかして、でまあね結構知り合いから始めてねそれをやってったらまあ大体ここってそういうのもやってんだみたいな感じで、まあ、記事は読んでくれるよね、デジタルコンテンツをあんまりこう不動産屋さんがやるっていうのもそんなに来てなくてみたいな、まあ、来てはいたけど先駆者はいたけどなんていうのかな、年長者の人とか、使ったことない人たちが無理してデジタルコンテンツをやってる感がすごいあって、そうだね、まあ DX 化とかよく言うけど、そうそうそう、こうねその DX 化の先を知っている人じゃないと DX 化できないみたいな、最終理論みたいな、そうなんだよ。不動産屋もね大家さんも高齢者多いからね普通に。そうどういうこと？ DX 化のその先だからこう DX 化されたものが海外のものとかの企業とか、いろんなこう組織とかいうのがされた後のものを享受してきた人たちが機種になって日本でもそういうのを進めていくんだけど、ちょっとこう勘違いされたこうなんでしょう霞が関にいる方とかがこう推奨しようとするんだけど、その知らないからさ見たことないものをなんか名前ばっかり聞いてなんかやってみようみたいな感じでやると、まあ、大概うまくいかない、でデジタルコンテンツと不動産屋もそうだよね、俺らはなんかにこう世代もあってこう結構ナチュラルにパチ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 やってたから、別にそれを不動産屋でなんか検索の SEO とかもさなんかこうまあなんとなく分かってるから、なんとなくこうやって上位表示するみたいのが結構できてて、まあ、そうだよね。まあ東京とかでそういう不動産会社も多分あるとは思うんだけど、まあ、あんま京都にそこまでないからないね。結構ちゃんとまあ普通にやれば、まあ、結構なんかね左京区不動産とかで検索したら結構上に来るみたいななんかそういうことにはなってきてる、ね、ありがたいよね、もうそれで認知されてもうこっちを問い合わせまでしてもらえたらもう大丈夫って感じね。まあもう拙い日本語で最初拙い日本語で返して、お家探しですか、そうだね、すごい拙い、ね、もうなんかお家の探し方を向こうに聞きながらやるみたいな感じだよね。あったね最初ね、まあ、1年目ですよね、そうやって探りでやって、でも今こう実績を積み、まあ、1年経ち、でこれからやっぱどういう会社にしていくのかなっていうのは、まあ、個人的にもすごい気になるしDX いやもう DX 無理だよ。だってもうハンコとかさもう絶対なくならないもん。ならないね、ファックスあるから、ファックスもずっと使ってるからね。いやファックス最初いらないだろう、ファックス使ってるさアホだろうと思ってまあファックスの電話番号なんか番号取らなかったんですよ。そしたらもう協会になんかファックスの番号は何ですかってずっと言われて、ファックスないと許可下りないですよみたいな言われてそうちょっとよく分かんなかった、ファクシミリの強さここに極まりって感じの時代だったよね、だからやり取りももう本当にファックスばっかりだからさ、まあファックスの本当に唯一のいいところ1個だけ言うと、電話で番号を言ってファックスが伝わるってことかな。まあそうやね。めちゃめちゃ電話が多いんで不動産業界だから、電話で番号を言ってその番号に送ってもらうっていう、そのやり取りが一番やりやすいっていうのはあるけど、まあ本当にそれだけだね。あとはもうメールでいいじゃんっていう話になってくるから。そう環境に悪い。そうね、環境に悪い。シンプルに環境に悪い。経費と
経済的な経費の面でも悪いし、うん環境にも悪い。でもファックスはいいことは実はない。まあなんかちゃんとした会社はね、だからファックス番号でも紙で送られてこずにデータだけそう入るみたいな。そうそう、だから送ってくれるね。結構データで、PDF データでストーンみたいな。いやだからそういう、ありがたいありがたいだからまあうちもだからそういうの導入できるならしたらいいんかもしれんけど、見逃すの怖いからね。全体の流れとしては全然まだそういうのが遅いってことなんですね、このまあまあ基本そうです。基本は全然しないかな。なるとやっぱじゃあその DX 化とかいうものをもう、まあ、ちゃんと推し進めていけばその分際立つってことなんですよね、この会社は。まあ浮くけどね。けどでもすでに浮いてますよね、きっと。まあ浮いてる方ですね。そうですよね。未だに浮いてるよね。あと5、6年は浮いてるんじゃないかな。でも悪いことじゃないですよね。まあ浮き続けなきゃいけないしね。それが競合優位性ってやつなんじゃないですか。そうそう。感じだよね。実際なんでしたっけ、コンビニの数より不動産屋の数が多い。ああそうね。2倍以上かな。そもそもなぜそうなのかよく分かってないんですけど、なんか元付けと客付けのあれだよね。元付けがあるから、それもあるかな。元付け客付けのこれもね、これ言わなきゃダメ。なんかだから元付けと客付けって概念があって、元付けはその物件を売りたい人とか貸したい人を、まあこれ物件を持ってる元の人なんで元付けっていうんですよね。で客付けっていうのは客をつける人なんでまあ、借りたい人買いたい人ですよね。だから客付けの業者と元付けの業者がまあ基本不動産会社あって、まあ、それはまあ両方やる場合もあるんでそれは両手っていうんですけど、まあ、あとなんか管理とかもやるし、だから結構不動産屋って言っても結構いろいろあるんで、あともう自分で買って売るっていう人たちもいるし、結構そうよね、単純にいろいろあるっていうのもあるし、まあ、あとなんだろうな、別になんか宅建士取ってで宅建業で免許取ったらまあとりあえずそれでも不動産屋なんで、だから別に自分にまあ給料払わずに個人事業主としてとりあえず宅建免許だけ取りましたという人が、まあたまになんか家の売買仲介したりとか、なんか賃貸仲介したりとか、なんかそういう時に宅建免許を使えるから使うって人はいるかもしれないね。建設業とかね、それもあるね。副業をやってる人たちが、ついでにこう宅建業の免許取ってて、だから事務所違う用途で絶対使ってるだろうと思うんだけど、こう事務所を1個ワンルーム借りてたりして、でそこを宅建業の免許の拠点にしてて、まあなんか仕事でおそらく多分、まあ、月1本ぐらいポンと入ったりするからそれ用なんだよね。費用対効果的なことを考えてやってるみたいなのは、宅建業許可業者一覧みたいな京都市から一応見れるけど、協会から見れるけど、半分ぐらいは多分宅建業をやってるっていうか他の仕事やってるよね。そうだね。だから見ないもんね。確かまあデータ見てもなんかほとんどは5人以下だったと思うんだよね。というかもう1人が多いね。1人業者。まあでもとはいえ街歩いてるとまあ結構いっぱい不動産屋さんってあるじゃないですか。大手も含めて。やっぱどういう人ならね集中不動産に来てもらえるんだろうなっていうのは思うんですよ。普通に歩いてたらまあおおって言っちゃうじゃないですか。もうここも路地裏だからね。来させる気がない。なるともうなんかこういう人来てくださいみたいなのをせっかくなんで初回なんでねちゃんと言っておいた方がいいなと思って。確かに。こういうの俺たち強いんでみたいな。世代で言ったら音楽の世代で言ったら残響レコードが好きだった世代。ソニーレーベルを聴かず残響レコードの曲を聴こうとする人たちは来てほしい。9ミリとか聴いてた人は聴いてほしい、ね。まあなんか世代というかもうその例え方がさそれが分かるようなカルチャーの人はまず来てほしいってことだよね。なるほど。向いてると思う。9ミリ聴けるような人。そう9ミリ。そうね。と聞く人とか来た方がいいよね。なるほど。ホリーさんどうですか。まあでも確かにそういうカルチャー系はまあ間違いないんじゃないかな。一応なんかその動線みたいなこと言う、まあ、動線っていうのも変だけどさ、なんか言うと結局記事見てくるわけだから大体、まあ、記事もすごいなんか面白く読めるようにやっぱ書いてるんですよね。まあ最近はもう大見さんがよく書いてくれてるけどだからなんかスーモとかホームズみたいなのの物件ってなんていうかすごいもうコンビニみたいなもんじゃないですか。もう情報がとりあえず羅列してバーって並んでるみたいな感じなんで、まあ、うちはやっぱちゃんとその写真ごとにコメントつけてもうなんか
でまあその周辺の情報とかもいろいろ言って、まあなんかやっぱセレクトショップみたいな感じでやってるわけですよね。うん、ビームス、あ、もうそうだね、ビームスだね。だからまあ、そう考えるとなんだろうな、物件選ぶときにまあなんかとりあえずもうコスパで決めたいみたいな人とはやっぱちょっと違うかな。まあ不動産業者って、まあ、見ててもほとんど内容が変わらないんだよね。まあそうなんだよね。大体一緒だから媒体とかも一緒だし、なんか不動産業で物件で選ぶっていうのは実はもう終わってしまっていて、人で選ぶべきなんだよね。その人が本当のところを教えてくれるっていう、その人間を信頼するっていうところに、商品を購入するところの根幹があると。商品の質で勝負するのはちょっと車とかそういうのでやったらいいのであって、まあもう言い方悪いけど50万以下はもう低価格帯のものだから、そういうのは人間の信用とか信頼で見た方がいいのかな。でそういう点で見るとさ、やっぱり修住不動産ってちょっと不動産業界には珍しい高学歴世に珍しい高学歴がなぜかいっぱいあって、高学歴不動産屋だね。高学歴ありゅうのもうずれてしまった高学歴で、なおかつ大学生活をここら辺で過ごしてたってめちゃくちゃ強いよね。それはでかいね。だって不動産屋ってあれだよね、受付の人とかも他の大手さんとかもそうだけど、ここら辺の大学出身じゃないからね。まあそうだね。大学行ってなかったりとかもあるけど、だって僕の周りの友達で不動産屋になったやつなんて本当に聞かないもん。大手デベはね、そうだね。なんか東急うんたらとか、そういう人たちはいっぱいいたけど、それはいるか。そう普通のそういうところって普通の賃貸をやらない。そうだね。売買だけどね。売買でなんかデカビルを建てるみたいな、そういう普通の人にはあんまり関係のないことやってるけど、普通の人に関係あるのに、まあね、申し訳ないよね。国がこうすごい教育費をかけてくれたのに、俺たちがこの状態になってるのは本当に申し訳ないなと思うけど、まあそこら辺は強みですよね。まあだからこそまあちょっと信頼してほしいというか、いやまあやっぱね、不動産屋ってもうやろうと思えばいくらでもなんていうか悪い物件つかませることができるわけで、まあだから車のレモン市場と一緒ですよ。だからディーラーの側がもういい車と悪い車の情報をどんどん握ってて、で客の側は握ってないわけで、でディーラーが悪い車をどんどん売るっていうことができちゃうから、情報の非対称性ってやつだよね。だからまあそういうことを考えると、まあそもそも物件で選ぶってことができるのかって問題もあるし、でそもそも家買うとか家借りるっていう選択自体そんな一生のうちに何度もするわけじゃないから、結構やっぱその自分の欲望みたいなものに欲望をはっきり分かってるみたいな人ってやっぱそこまでいないと思うんですよ。だからなんか分かってないからすごいなんていうかいろんな条件つけちゃうわけで、いやそんな家ないって話になってくるわけですよね。そこですよね。AI に置き換えられない点ってそこだと思うんですよね。ただ条件打ち込んでそのいい物件出てきてそれで契約するっていうよりも、その条件がもう適切に打ち込めないんでまだ。だから並べられた条件から選ぶ癖がついちゃったなとは思ってて。そうだね。そんなねあれなんだよね。京都大学に通いたい。10分ぐらい徒歩10分ぐらいで探してるって言った時に、こう風呂トイレ別でとかいろいろ多分あるとは思うんだけど、本当はそのベランダから見える景色がとか、自分は喫茶店の近くに住みたいとか、その漫画のこのシーン、ドラマの映画のこのシーンみたいな生活がしたいとか、そういうのでもいいんだよね。それに合った場所を頑張って探せばいい話だから、なんか設備はね、住んだら別に大体都になってしまうから、そんなに大したことないんだよね。まあ、エアコンがないのはさすがにやばいと思う。エアコンだけはつけた方がいい。そうだね。本当に死んじゃうからね。それはそうだね。なんかここまで腹割って話してくれるっていうのがね、この不動産だと思うんで、もう高学歴ないい人がもう本気で喋ってくれるという。そう。そうだね。お金がないから、お金がないから一生懸命話せ。まあ理由はなんであれ。なんでやっぱ学生さんとか。若くして京都来てあんまりそんな経済的に余裕はないけど、こういうところで住みたいんだみたいな相談をまずここにしてきてもらえると嬉しいですよね。そうだね。だってさ、なんかその大手の不動産会社のさ、確立化されたスーツ着た人たちに自分の住みたいとこ決めてもらいたいかっていう話だよね。人で選んだしね。そうね。俺はスーツ着ないから。そうですね。ちゃんとしてる時にしか俺はスーツ着ないから。そうだね。その言い方ってよくわかんないですすごいスーツを着ていないと怒りそうな人の前でそういうことだよ。そういうことだよ。人による。やっぱスーツ着たくないからね。苦しい。
スーツは。これ結構でも共感する世代ですよね、下に行けば行くほどちゃんと、分かってもらえるだろうなって思います、そこも。だからまあ就活スーツでなんで行かなきゃいけないんだみたいなのに近いものがあるというか俺スーツで働いてたから、スーツがすごい嫌なんだよね、もうなんかちょっと飽きた、普通に私服でいいみたいな。夏短パンで仕事してたからね、ここで。いい職場だよね。マジでいい職場だと。やっぱなんかこれから、まあ、第2回第3回とかでやっぱ人で選んでもらうためにもちょっとお二人のこととか、まあ、たくさんちょっと僕から質問したりして、いろいろ聞くっていう回もこれから設けて、いやこれなんか YouTube だから多分コメントとかもできるんじゃないの？そうですね、なんかいろいろ募集したいですよね。こんなこと聞きたいとか、もちろん住宅のことでもいいし、シェアハウスのこととか、なんか思想のこととか、株構造についてなんかそういうのを募集しながら第2回第3回いろいろちょっと作っていきたいなと思っておりますが、どうですか今回はこれぐらいで。そうですね、何かあれば締めに、若い世代が知らない、若い世代って言い方別に自分らも十分若年層に当たるんだけど、その18歳から22歳ぐらいまでに今届いてないっていうのが問題で、その僕たちはあなたたちのおそらく先ですっていうのが、そのまともななんだろう、こうカルチャー、用意された本流のカルチャーに乗らなかった、乗りたくなかったので乗らなかった、自分たちで勝手にワーキャー騒いで飲み会とかやってて、就職にもへそを曲げてしまった人たちの先に自力で生きるという選択肢を選んだので応援してほしいですそうだよね、シンプルに応援してほしいです。いやなんかねやっぱりまあ周りでも普通に就職したやつ多いけどね、羨ましいって言われるのもある意味、まあめっちゃしんどいけどね、ある意味、まあでもそれは羨ましがってくれるならありがたいというか応援してくださいって感じだね。Amazon ポイント待ってますそうだね、応援してくれるなら Amazon ポイントくれ、って言ったらくれたからね、先輩が。ありがたい、ありがたい。なるほどです。確かにこういった人とおしゃべりするっていうだけでもいいんで、ね、ちょっと来てほしいなと。そうですね。それはおしゃべりしに来てほしい。それは全然。じゃあ今回このぐらいで行かせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。